今回の動画ではサイドストーリー、ドストレスホリデーと同時期に実装されるオペレーター。ドクターのことも、作戦に参加するみんなのことも、影から守るよ。特殊オペレーター、水木の紹介及び概説を行っていきます。あ、ドクター、こんにちは。ケルシー先生が、今日から僕はドクターの配下になるって言ってたよ。相変わらず正式なオペレーターとしては認められないみたいだけど、ドクターが手伝ってほしいことがあれば何でも力になるからね。水木はチェンガボリバルの都市であるドストレスにて出会ったエーギル族の人物で、サイドストーリー終了後、チェンを追いかけてロドスを訪問。その後はオペレーターではないものの、ロドスでの長期滞在が許可されています。ロドスは本来であれば、特例でない限りは、患者や孤児、オペレーターに該当しない人物は、基本的に長期滞在を許可されることはありません。水木は患者、孤児、オペレーターのどれにも属していないので、つまり特例での長期滞在が許可されている人物となっています。そもそもロドスとしても滞在は許可しているものの、医療部の協力観察対象として秘密裏に滞在しているということなので、特例中の特例という扱いとなっているようです。そして現時点で資料として明らかになっている水木の情報は非常に少なく、過去の経歴などは一部明らかにはなっているのですが、なぜロドスが水木の滞在を許可し、エーギル出身のオペレーターとの接触を禁じているのかなどは分かっていません。資料からわかることは、水木の過去とそれに関連する奇妙な出来事、そして水木の得意な能力と身体能力のみとなっています。資料によれば、水木は東の海岸線にある小さな村出身の人物で、その村は水木が小さい頃に族からの襲撃を受け、村は壊滅。水木も瀕死の重傷を負ったものの、近くを通りがかった老人に助けられ、一命を取り留めたということにはなっていますが、実際のところは事実ではない可能性が高くなっています。というのも、この族たちが複数の村を襲っていたということは事実ではあるのですが、現地の資料を確認したところ、この族たちを逮捕しに行った者たちの報告によれば、族たちは何かに怯えるような表情で部屋の隅で縮こまっており、俺は持っていない、俺を食べるなと、支離滅裂なことしか発さなくなっていたとのこと。そのため、族の仲間を聞き出すこともできず、当時は懸案にもなっていたようです。これが水木によるものなのかはわかりません。ただ、水木が食に対してこだわりを持っているということや、族の俺を食べるなという発言を察するに、水木の能力は非常に特殊なものとなっており、水木が調理した料理は動いていないのに、まるでまだそこに生命があるようにうごめいているような雰囲気が感じられるという。言ってしまえば、魚を刺身にしてもなお、まだ生きているように感じられるというような、新鮮という状態を通り越して、もはや踊り食いなんじゃないかというレベルのようです。水木は過去には地元のレストランで見習いをしていましたし、見習いではありましたが、料理の腕は天才的でシェフですら絶賛し、彼の考案した調味料の配合などは逆からも好評でした。そのため、料理の見た目は全く問題はなく、味も美味しいようですが、戦術したように水木が調理した料理は、ほぼ必ずうごめいているような雰囲気が感じられるとのこと。そのため、水木はこの能力が影響し、レストランを最終的にはやめることになっています。なぜ、料理がうごめいているような雰囲気が感じられるのかの原理は不明ですが、料理を見たオペレーターの推測では、彼は料理をする際、特殊な方法を使って、鮮度を保つだけでなく、命や養分すらも保ってしまっており、これが料理がまるで生きているかのようにうごめいている雰囲気がある原因ではないかと考えているようです。能力テストからも水木の能力はオリジニウムアーツというよりかは、電気信号やフェロモンといった生物的な手段で視覚、触覚、聴覚に幻覚をもたらすものという評価がなされており、オリジニウムアーツ適性が欠落となっていることから、そもそもこの幻覚はオリジニウムアーツではないというのが現時点でのテストの結果となっているようです。なお、テストで明らかになった幻覚能力に関してもかなり加減をしたものではないかとのこと。水木と族に関係があるのであれば、水木の幻覚能力は人の精神を壊すほどのものなのかもしれません。水木のモチーフとなっている生物は水木のイラストなどから、ミズクラゲかと思われます。ミズクラゲは直径15から30センチメートル、日本近海では最も普遍的に見ることができるクラゲで、クラゲといえばミズクラゲのことを想像する人も多いでしょう。
クラゲは触れたものを刺して痺れや痛みを引き起こすと思われがちですが、水クラゲに至ってはそれほど強力な毒は持っておらず、四方を持ってはいるものの、皮膚が薄い場所だったり、敏感な人でない限りは刺されても痛みを感じることはほとんどありません。そのため、基本的には無害ではあるのですが、しばしば大発生することがあり、大発生によって発電所の取水口に詰まったり、漁網を破損させてしまったりと、クラゲの遊泳力のなさが災いして、様々な形で害をなすことがあります。また、飼育に関しても今でこそ確立はされていますが、当時はかなり難しい生き物とされ、水槽の中では滞留させないと沈み、だからといってろ過器を入れると吸い込まれてしまうという、とにかく非力な生き物なので、かなりデリケートではあるとのこと。なお、このミツクラゲの飼育方法を確立させたのは、神奈川県にある江ノ島水族館みたいです。あの時も、こんな雨の日だったな。予想外の贈り物を受け取って、僕は変わったんだ。でもあの人は、これからの将来とどうやって向き合えばいいかを教えてくれなかった。ドクター、君なら手を取って、僕に教えてくれる？水木は E さんやマンティコアなどと同じく、敵をブロックせず攻撃を受けづらいストーカータイプの特殊オペレーターで、敵の HP が半分以下だった場合は追加でダメージを与えるなど追い打ち能力を持ち合わせた性能となっています。配置コストやブロック数などの基本ステータスは他のストーカータイプと比べるとレアリティの関係上配置コストは高くなっていますが、それ以外の数値に目立った点はありません。HP や攻撃力などのステータスは HP はマンティコアよりかは高く、キララよりかは低いというレアリティのことを考えるとやや低めな数値にはなっている一方で、攻撃力は星5ストーカーと比べると100以上高くなっており、防御力に関しても平均的な数値に収まっているので、かなり攻撃によった性能となっています。素質、総称性ヒステリアは攻撃時、攻撃範囲内の敵ユニットの中で、最も HP が低い敵に対して追加で実ダメージを与えるという追い打ち系の素質。効果自体は追い打ち以外の何者でもないため、非常にわかりやすいものにはなっていますが、最大で攻撃力の 50% の追加術ダメージと、他のオペレーターであれば、強撃系スキルにありそうな効果となっており、水木は元の攻撃力がかなり高いので、それに伴って追加術ダメージの威力も高くなっています。また、水木はこの素質の効果を強化するスキルが多いため、水木のコアになっている素質とも言えます。素質に逆転岩水木の攻撃範囲内に HP の最大値が半分未満の敵がいるとき、水木の攻撃力が最大 12% 上昇するという素質。具体的に言うと、水木の攻撃力が潜在なしであれば最大98、潜在ありであれば最大121上昇することになります。素質にも間接的に追い打ちをかける素質になっているといえ、HP が 50% 以下と 40% 以下という違いはありますが、脆弱とも相性が良くなっています。通常時から攻撃範囲はある程度の広さを持っている上に、特にスキル3はかなり広い攻撃範囲となっているので、比較的容易に発動させることができるでしょう。水木の潜在強化による強化内容は、コスト-1、再配置時間-4秒、攻撃力+32、素質に効果強化、コスト-1。となっており、目玉となる強化効果は4段階目の攻撃力+32ですが、水木の攻撃力から見ると、潜在強化による攻撃力強化の割合はそこまで高いものではありません。5段階目の素質に効果強化に至っては、上昇率としては 2% 上がらない程度のものとなっており、火力強化としてはかなり限定的なものとなっています。以上のことから、水木の潜在強化は目標を立てるのであれば潜在4段階目を、特に強いこだわりなどがないのであれば、潜在強化はなしでもいいでしょう。スキル1、寒気は SP が溜まった状態での次の攻撃時、攻撃力の一定割合の物理ダメージを与え、さらに素質1の効果である攻撃範囲内の HP が最も低い敵に対しては、素質効果を倍増させた実ダメージを敵に与えるというスキル。いわゆる強撃系のスキルに該当するスキルにはなっていますが、素質の効果によるダメージを大幅に上昇させるスキルとなっているため、単体の敵に対してクルースのスキルのような連撃スキルに近い性能となっています。
範囲内の体力が最も低い敵に対しては、物理攻撃と術攻撃の両方を行うので、敵の防御力と術耐性の両方がダメージに影響することになりますが、このスキルは物理と術どちらもかなりのダメージを敵に負わせるものとなっているので、物理寄りのスキルではありますが、どの場面でもある程度の活躍が見込めるスキルとなっています。スキル1の火力と他のオペレーターのスキルの火力を比較した表が上記の通りとなっており、スキルの総ダメージという点で言えば、イフリータのスキル2とほぼ同等というかなり高い火力を誇っており、火力面で言えば、水木の火力はマンティコアやイーサンといった同じタイプのオペレーターをはるかに上回るものとなっています。自動回復の単発スキルとしては、最も優秀なスキルの一つと言えるレベルです。また、素質の効果も相まって、このスキルも変わらず、プラマニクスやシャマレといった脆弱持ちとの相性が良く、弱った敵を一気に殲滅まで持ち込むことを非常に得意としています。星6オペレーターのスキル1は、大体は間に合わせのスキルだったり、スキルを3つ所持しているように見せるためだけのかさ増しのスキルだったりと、ほとんどが使うことがほぼないスキルということが多くなっている一方で、水木のスキル1はメインで使用することも可能なほどに強力なスキルとなっています。平均火力という点で見ても、スキル2やスキル3と遜色がないレベルで、むしろ場面ごとの瞬間的な火力が欲しいのではなく、常に一定の火力を出力できる安定した性能が欲しいのであれば、スキル1が非常に良い選択肢となってくれるでしょう。以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは、チャージ回数が1回増加する特化1か、必要 SP が1下がる特化3にすることをお勧めします。スキル2、囚人の苦境は、スキル発動中、攻撃間隔を短縮し、攻撃力を強化。素質1の効果の対象をもう1体追加し、さらに素質1の効果の対象の敵にバインドを付与するというスキル。攻撃力の強化は控えめで、素質効果の威力強化もない一方で、攻撃間隔は大幅に短縮し、発動に必要な SP も高くはなく、さらに素質の対象を2体に増加させ、バインド効果も付与されているという。通常時とは打って変わって短い間隔で攻撃をし、敵にバインドを何度も付与して、敵の動きに制限をかけるコントロール系のスキルとなっています。同じタイプのマンティコアやイーサンからもわかるように、敵の動きに制限をかける能力はこのタイプの18番とも言える能力となっていますが、マンティコアやイーサンよりもより短い間隔で敵にバインドを付与し、敵の動きを封じ込めるという点で言えば、スキルには他のオペレーターよりもかなり優秀な性能となっています。一方で、攻撃力があまり上がらないということからもわかるように、一発あたりの火力はかなり控えめで、手数でダメージを増やすタイプとなっているので、スキル1やスキル3のような単発火力は出ず、敵の防御力や術耐性がかなり高い場合は、総ダメージは大きく削られてしまうことになるでしょう。また、効果の記載内容としては少しややこしい部分があり、バインドを付与する対象はあくまでも素質1の効果の対象であって、素質1の効果の対象にならない敵にはバインドが付与されることはありません。つまり、攻撃範囲内の敵の数がどれだけ多くても、一度にバインドが付与される敵は2体のみということです。一方の E さんは攻撃範囲内すべての敵に確率ではありますが、バインドを付与することができるので、大量の敵を一度に足止めしたいという場合には E さんの方が優秀ということになります。2体を短い頻度で確実に止めることができるスキルを取るのか、すべての敵を止めることができる一方で高い確率ではあるものの発動しない可能性もあるスキルを取るのかは、実際に運用する環境やドクターの判断に委ねます。スキル2の火力と他のオペレーターの火力を比較した表が上記の通りとなっており、戦術したようにこのスキルは手数によって火力とバインドの効果を高めているスキルとなっているので、単発火力はそれほどではない一方で、スキル DPS はかなり高く、発動に必要な SP も少なめに設定されていることから、平均 DPS も他のストーカータイプと比べるとかなり高いものとなっています。そのため、防御力や術耐性があまり高くない敵に対してであれば、スキルには殲滅とバインドの両方でよく働いてくれるスキルになっていると言えるでしょう。防御力や術耐性が高い敵であっても、ダメージ量は減ってしまいますが、バインドの付与間隔に一切影響はなく、特化3であれば2秒ごとに 1.3 秒のバインドと、スキル発動時間のおよそ6割は敵はバインド状態となるため、バインド単体で見ても上々のスキルです。
スキル2はスキル1や口述するスキル3と比べると敵の移動を制限することに特化した性能で B さんやマンティコアと役割としては被ってしまっている部分があります。これらのオペレーターのように攻撃範囲内全ての敵を止めるということはできず、マンティコアのスキル2のような単発火力もありませんが、一方でかなり短い頻度で敵の移動を止めてくれるため、少ない数の敵であれば他のストーカータイプよりも強力な移動制限能力を発揮してくれます。スキルの発動間隔も短くなっており、使いやすいスキルとなっているので、水木のどのスキルを使うか迷った場合には、とりあえずこのスキルをセットしておくといいでしょう。以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは7、または攻撃間隔が大幅に短縮される特化3にすることをお勧めします。スキル3、強化水月はスキル発動時、攻撃範囲が拡大、攻撃力が上昇し、素質1の対象となる敵ユニットを2体追加し、素質効果の対象となった敵にスタンを付与するようになり、攻撃時、水木の攻撃対象となる敵が3体未満だった場合は、水木の HP が一定数減少するという攻撃とデメリット効果を併せ持つスキル。水木の決戦スキルとなっており、もともと高い攻撃力を持つ水木の火力がさらに上昇し、素質1の効果対象となる敵が通常時の1体から3体に増加しているため、ほとんどの場面において攻撃範囲内の敵の大半、または全員が追い打ちを受けることとなります。一方で、デメリット効果として敵を3体以上同時に攻撃しなければ、水木の HP が12から 15% 減少してしまうという効果があり、致命傷になるような減少量というわけではありませんが、比較的そういった状況が発生するので注意が必要な点ではあります。とはいえ、スキル発動時の攻撃範囲は非常に広いものとなっているので、変なタイミングでスキルを発動させることさえしなければ、攻撃速度が遅いということもあり、大きな問題になるということはないでしょう。なお、スキル3のスタン効果は、スキル2のバインド効果と同じく、素質1の対象となった敵ユニットにのみ付与される効果となっているので、3体以上の敵にスタン効果が付与されるということはありません。そのため、スタン効果やバインド効果という点で言えば、攻撃間隔が短い水木のスキル2や、敵全員にスタン効果を付与できるマンティコアなどの方が優秀にはなっています。スキル3の火力と他のオペレーターのスキルの火力を比較した表が上記の通りとなっており、一発ごとのダメージ量を示す単発火力はスキル2やマンティコアなどと比べると高い数値にはなっていますが、攻撃速度の遅さが災いしてしまい、スキル DPS 自体はそれほど高いものではありません。なお、単発火力を示すスキル火力はあくまでも素質1の効果が発動していない、すべての敵が受ける最低ダメージとなっているので、3体目までの敵に関しては一発あたりおおよそ3100程度のダメージを受けることとなります。そのため、単発火力が高い一方で攻撃速度が遅いこのスキルは、攻撃範囲の広さと攻撃対象の数が無制限という性能からもわかるように、敵を巻き込めば巻き込むほど総ダメージが大きく上昇していくというスキルとなっており、逆に敵の数が少なければ少ないほど、このスキルを使用する必要がないというものになっています。そのため、このスキルは決戦スキルの中では、ツルトなどのようなボスに対して進化を発揮するスキルではなく、敵が大量に進んでくるステージ、例えば H8 の3のようなステージや、7章の盾兵のような攻撃の優先順位を狂わせてくる敵が出現するステージといった、大量の敵を範囲術師など以上にまとめて一掃したい場合には、大きな活躍を見せてくれるでしょう。水木のスキル3は決戦スキルとして敵を一掃する性能を持っている一方で、敵の数が少ないと HP が減少してしまうという効果や、攻撃範囲を完璧に活かせるステージというもの自体があまり多くはないこともあり、やや扱いが難しいスキルにはなっています。そのため、他の星6オペレーターにありがちな星6はスキル3が安定ということはなく、ステージの地形や敵の数によってスキルを変えなければ火力面で大きく損をしてしまうということもあるでしょう。とはいえ、広範囲殲滅という点ではかなり強力なスキルではあるので、以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは、特化2または特化3にすることをお勧めします。水木の基地スキルはどちらも製造所に関するものとなっており、スキル、意識協定は水木と同じ製造所にいるオペレーターが
標準化スキルを所持しているのであれば、水木の製造効率が1人当たり 5% ずつ上昇するというスキル。対象となるスキルは効果にも記載されているように標準化、つまり標準化アルファとベータが対象となり、これらのスキルを所持しているオペレーターは、標準化アルファであれば雇うとメテオ、標準化ベータであればパフューマー、スチュワード、ジェシカ、バニラ、そして水木自身となります。この効果は水木が昇進2で獲得する標準化ベータにも適用されるので、昇進2の水木と標準化ベータを所持しているオペレーター2人を同じ製造所に配置することで、その製造所の製造効率は 90% となります。ただ、これ以上の製造効率となる組み合わせはいくつかあるので、現状では予備の組み合わせといったところでしょう。今後、標準化ガンマのような基地スキルが出てくればといったところでしょうか。それでは実際に水木を使用していきます。今回は水木の運用動画がどちらも短かったということからスキル1とスキル3を紹介。まずはスキル1から今回使用するステージは R8-5。水木のステータスは昇進2のレベル70。スキル1のスキルレベルは特化3となります。いつだって僕の居場所を見つけてくれるんだ。このようにスキル1ですら一発あたりの火力は感染者監視官相手に3000近く出るため、一般的なステージであればスキル1の常用でも問題がないほど純粋な火力スキルのため足止め性能はありませんが、重装の前など敵が溜まりやすい場所に配置してあげれば完全放置で常に一定の火力を前半位攻撃で叩き出してくれます。ごちそうさまでした。悪とは打たれるべきだし、その執行人は必ず現れる。ごちそうさまでした。一体いつからこの触手はまやかしに過ぎないって錯覚してたの？リオポーレント。一体いつからこの触手はまやかしに過ぎないって錯覚してたの？銃弾の雨であなたたちを普通から救済しよう。続いてスキル3を紹介。今回使用するステージは S5 の9。水木のステータスは昇進2のレベル80。スキル3のスキルレベルは特化3となります。どけ。思うがままの戦術でいいよ。ターゲットロックオン。どけ。チェーンソーのうなり声が聞こえる？ドクターの指示が僕の道しるべだよ。スキル発動後は攻撃範囲が大きく拡大、攻撃力が大幅に上昇し、素質1の効果の対象になった敵には水クラゲの模様が浮かび上がるようになります。私の武器は誰にでも扱えるわけではない。一方でこのように攻撃時に敵が3体未満だった場合は水木の HP は減少してしまうので、今回のステージのようなできるだけ広く敵が次から次へと出現するステージでの運用がおすすめとなります。このチェーンソーで真っ二つにされたくなかったらさっさと投降しちゃって。
私の武器は誰にでも扱えるわけではない。ドクターの指示が僕とは撃たれるべきだし、その執行人は必ず現れる。戦場に出たからには死ぬ覚悟を決めろ。予測通りの戦いでした。完璧です。水木はストーカータイプのオペレーターの中では火力に特化した性能となっており、バインドやスタンといった敵の動きを制限するという点においてはマンティコアやイーさんに劣ってはいます。一方でそういった移動制限能力がやや乏しい代わりに、特にスキル3は広範囲での殲滅力が非常に高く、文字通り敵を一掃することも可能でしょう。スキルにもバインドを付与できる敵の数は少ないながらも、確実かつ短い間隔でバインドを付与できるという点は、スキル3のような派手さはありませんが、堅実に仕事をこなしてくれます。場面によってスキルを変える必要があるという点や、ブロック数が0という特殊性から上級者向けのオペレーターではありますが、うまく活用すればあらゆる場面で活躍してくれるでしょう。以上で水木の紹介及び解説を終わります。この動画が良ければ動画制作の励みになるので、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。ドクターの理屈はよくわからないけど、とにかくドクターが悪人って判定したやつだけ片付ければいいんでしょ？だってドクターはいい人だから。もしドクターが実は悪人だったらどうするか？やめてよ。そんなの困るんだ。だってそしたら僕はドクターを